阿弥陀仏世主様亡くなられて10年になります。なぜまだ輪廻に入られないのですか？輪廻9滴が死なず、怨念が散らぬ限り。どうして輪廻に入れましょうか？私は英国公の着女皇帝より長安郡主に封ぜられ、新婚書や冷たくあしらわれました。軍主様お身分は後期ですが今日の消防は、まだ殿下にはそう惜しくございません。消防が功をなし名を挙げ、軍主様にふさわしくなった時書夜を共にしましょう。その後3年私は小帝一の世話をし、彼のおかしい自尊心のために栄華の力を尽くして彼を支え、皇位へと導きました。私は薬を手放さず自ら姑の世話をしましたが、貪欲な姑からあらゆる場面で虐げられました。小帝一はさらに都合よく、愛人を屋敷に入れるため私の貞操を汚す者を雇いました。英父。もし栄華がなければ私は人の陰口を叩かれ、女の力で成り上がったと言われたりはしません。お前が死ねばこそ我が小帝一は、真の男になれるのだ。結局私は小帝一に、自らの手で殺されました。小帝一は我が英氏一族を滅ぼしました。怨念が散らぬ限り我が英父は決して輪廻に入りません。阿弥陀仏。およそそうなる者は戒虚妄なりもし諸相の悲相を見れば、すなわち如来を見る。私は生まれ変わりました。小帝一この世では、必ずや血の償いをさせてみせます。小娘さん今はきっと熱くてたまらないでしょう。あなたがかかったのは聖域の飛躍当選路です。男と一度交われば必ず妊娠します。堕胎薬を飲んでも効き目はありませんよ。前世小帝一は私に薬を盛り、人を使わして私の貞操を汚し都合よく愛人を屋敷に入れました。この世天は私に恥ずかしめられる前に目覚める機会を与えてくれました。たかが山賊2人死にたいのか。おかしい前世小帝一が女が殺伐とするのを好まないと言っただけで私は一切武芸を見せませんでした。当選路の薬効は猛烈です。早く清らかな男を見つけなければ。この馬車落橋中にこれ一台だけ宙に座っているのは、長公主の一人息子未来の神君、紅葉聖子祭。祭は早産で語彙が断言したには、この子は30歳まで生きられないと。彼は短命ですがまだ清らかです。彼に決めました。大胆、誰が道を塞いでいるんだ。重慶ですか？私は英国公府の上風です。毒に当たってしまいました。馬車に乗せていただけませんか？貴変の叔父は私の叔父です。両家は親戚関係にあります。彼はきっと私を助けてくれるでしょう。
どうやって手伝えばいいというのか。軍主、このようなことをするのは少しまずいのでは。このようなことは少将軍に頼むのが適切です。私が屋敷に使いを出して少将軍にお知らせします。間に合いません。彼は落橋上にいません。どうか重慶、助けてください。中で何か音がする。いけない、生死が危険だ。軍主。今、あなたは知るべきです。自分が一体何をしているのか、自分が一体誰なのかを。そして、自分が一体どんな結果を引き受けることになるのかを。私はとても冷静です。奇変。私たちは子供の頃、一緒に遊んだこともあります。あなたが素直に言うことを聞くなら、私は何でもあなたにあげます。私の腰が、この余命幾ばくもない静止殿が大黒柱を担っているおかげです。この短命のものも噂ほど弱くはないようです。昨夜のことは緊急の出来事でした。もし失礼があれば、どうか生死、お許しください。静止殿下、私の記憶が正しければ、軍主は昨夜、私のことを重慶と呼んでいましたね。私は、どういうことだ。使い終わったら、帳消しにするつもりか。昨夜はやむを得ない事情がありました。生死、重慶、どうかお許しください。変は幼い頃から病弱で。昨晩、あなたに純血を汚されてしまい、今に至るまで、変は嫁をもらってもいません。これから迎える妻に、どう説明すればいいのでしょう。生死の第四、もし今後何かご用命があれば、上風は必ず全力でお手伝いします。ただ、昨夜のことを外に言わないでいただけませんか。安心しなさい。私の純血は純血のまま。あなたの純血も同じです。あなた、それをもって何をするの。あなたと少将軍が結婚して2年になるのに。なんと。まだ処女の身だとは。お姫様。さっきの約束、本当に守ってくれるの。なんで欲しいので、本当に。この公用精子、なんて純情なんだろう。寝床での言葉まで本気にするなんて。もちろん本気だ。安心して、阿福。いつか必ず、お前は俺のものになる。阿福、どうしてここに？お義母さんが言うには。昨日、上皇病で何かあったんじゃないかって。昨夜、義母が私の夕食に睡眠薬を混ぜたの。それで私を白光病に捨てて、私の身を汚そうとしたのよ。なんですって？あの人はあなたの義母でしょ小帝一の企みよ。あなたの夫が、自分で自分に緑の帽子をかぶせようって。う。でも、どうしてそんなことを知ったの？生まれ変わりのことは言えないわ。ハリ氏と孫ばあさんが話しているのを聞いたの。とんでもない。行きましょう。このことをご公用に申し上げます。ダメ。私の仇は、私自身が打つ。中にいます。私についてきて。ああ、天よ。家の不祥事だ。息子にどう説明すればいいんだ？この老婆、芝居がうまいこと。あの山賊とあの女は、最高だ。余計な世話を焼きたがるやつだ。
中の女は本当に長安お姫様なのか。少将軍があんなに立派なのに彼女は外に出て。不倫相手と密会？お姫様は身分が高いのにたとえ浮気でも。こんな荒れ果てた場所に来るはずがないでしょう。家の恥は外に漏らすな。今日のことは皆さん、口外しないでください。義母、何を泣いているの？何かあったの？あら、長安お姫様じゃないですか？じゃあ、中にいるのは誰なの？お姫様、ご挨拶申し上げます。ということは、皆さん誤解だったようですね。なんですって？この人が、あなたじゃないの？義母、なんだかがっかりしているみたいだけど。どうして？中にいたのが私だったらよかったの？なるほど、この一芝居は全部長子の仕組んだことだったのね。千年の狐同士なのに、ハリ氏はなんて大胆なんだ。恥ずかしすぎる。私は伝統的な女ですから。これは、義母のそばにいる孫ばあさんじゃないですか？これ、小老婦人、あなたのそばのばあさんが。こんな年になって、まだ遊びに出かけるんですか？すべて誤解です。たとえ中にいたのがあなたでなかったとしても、将軍家の守護として夜中にこっそり屋敷を抜け出したことは、どういうことなのか説明してください。これはどうしても私の評判を悪くしようというわけだ。息子は常に戦場で戦っている。上夫よ、お前は軽装を守らない。どうして彼に顔向けができようか、どうして公衆の面前で自分の嫁のことを、不貞を働いたなどと言えるのか、証拠もないのに、この上司は明らかに、文書を陥れようとしている。この老いぼれの棺桶の蓋。今日はどうしてもこのお面を、うちの英風に着せてやろうというわけだな。そうだろう。さあさあ、他にどんな汚い手があるのか。全部このおばさまに使ってみなさい。今日このおばさまは、しっかり相手になってやる。あなたは本当に私の代弁者だ。この方は図病将軍の娘様。図子いいよ。彼女のこの気性の激しさに触れたら、ハリ氏はいい思いはしないだろう。信じるか。息子に捕まえさせてやる。笑わせるな。父は朝廷の忠義公、図美王。キアオディーニなどだかが4品の部下。私を捕まえる？彼にそんな資格があるか、この老いぼれ。本当に身の程知らずだ。口から出まかせばかり、私が見るに、お前を畑に送って肥料にしなければ。本当にもったいない。あなた。この種お嬢様は？皆様、今日はお見苦しいところをお見せしました。今日は姑の言動が不作法で。おそらく嫁のことを心配したからでしょう。皆様どうぞお引き取りください。小五郎母様、あなたはヤンアン軍主を誤解なさっています。どうぞお帰りになってよく謝罪なさってください。あなた、小五郎母様。ヤンアン軍主はまず軍主であり、それからあなた小家の嫁です。これからはお言葉にご注意ください。あなた。どうか自重なさってください。あなた。私はあなたたちとこれで終わりじゃない。軍主様、ついに戻られました。前世では、ファメは私がことを起こした後、すぐにキアオディーニの床に潜り込んだ。今見ると、彼女の好みなりは、私という主人と、ほとんど変わらない。ファメ、帳場に新しいお茶を取りに行って。将軍と小五郎母様もあまりにひどすぎます。ジアンユーは前世で私のために死んだ。この世では、絶対に彼女にことを起こさせない。ジアンユー、あなたが以前飼っていた虫は、まだいるか？軍主様は、ヌヒがそんなものを飼うのを嫌がっておられました。あれらは邪悪なものだともおっしゃって。以前は私が迂闊でした。ものが邪悪かどうかは。それを使う者が誰かによります。よかった。軍主、私の手はもうずっと痒かったんです。このファメは落ち着きのない女です。彼女に小虫を一匹仕込んで、常に行動を監視しなさい。でも軍主、彼女が落ち着きないと分かっているなら、なぜ直接始末せず、屋敷に残すのですか？きっと問題を起こしますよ。むしろ問題を起こさない方が困るわ。この件を経て、必ずキアオディンイーと離縁します。そのためには、ファメーに騒動を起こさせねば。夫人、ご老母様が頭痛で諸角堂へ薬の世話に行くようお呼びです。軍主、追い出しましょうか？いいえ。私の軍主の礼服を出しなさい。彼女には今日散々腹を立てさせられた。頭が痛くて。
兵士、ご老母様が薬の世話に来いとお呼びだ。こんなに遅く来るとは。規律がなっていない。奴が主に、誰がそんな礼儀を教えた。よくもそんな口の聞き方ができるわね。やめなさい上風。早くあなたの人を止めさせなさい。あら上風。ますます図に乗ってるわね、今朝は。散々腹を立てさせたばかりなのに、今度は。私の下僕を平手打ちだなんて。姑様は苦労をしろと言いくるめるおつもり。今朝の情報病の件、嫁が役所に訴え出なければ、姑様はお喜びにならないのですか？訴えるだなんて、ただの小さな誤解じゃないか。まさか姑と法廷で争うつもりなのかい。上風、その服、見覚えがあるわ。主家のご老母様も着てらしたもの。ハリ氏は欲深く、普段私がいいものを身につけると、必ずせしめようとする。今日も罠にかかったわ。朝廷名部が宮中参拝するときは、みんなこの礼服を着る。こんな良い服を隠し持っておいて。目上の者に捧げもせず、早く脱いで私に着せてみなさい。姑様お許しを、この服はお譲りできません。よくもまあ。私があなたお嬢を家に入れてやったのに。感謝もせず、ろくに使えもせず。今更服一つすら惜しむというのか。差し上げたいのは山々ですが、あなたにはお似合いにならない恐れが。似合うか否かは私が決める。上風、今日この服を渡さなければ。落葉中の人にあなたの不幸ぶりを広めてやる。姑様が大騒ぎしたいなら、県外へ行きましょう。県令様にご祭壇を仰ぎましょう。行くなら行け。誰が怖いものか。UER が釣り針にかかった。皆さん、見てくださいよ。全く罪作りなことです。息子は辺境で国を守り、嫁は家で。この未亡人を虐待しているんです。あれは少将軍の未亡人の母上ではないか。それにヤンアン軍主、この姑と嫁の二人は。どうして役所まで騒ぎ立てているのか。本当に人をいじめるなんて、罪作りなことだ。どうしたで泣きわめく者は誰だ。行動を騒がせた罪で処罰する。ヤンアン軍主、来い。席を用意せよ。なぜ彼女に座らせるのですか、青天大老じじい様。軍主は陛下直々に封じられた身、大清朝の立法には、爵位を持つ者は座って尋問を受けられると定められている。どうした？本官の処置を疑っているのか。よしよし、座るなら座ろう。しかし青天大老爺様。どうか民のために裁きを、英氏が私を虐待しているのです。粗末な衣服と食事を与え、自分は美味しいものを食べている。不幸です。根拠のない罪状、本具主は認めない。ハリ氏、証拠はあるか。もちろん証拠はあります。見てください。この英氏の着ているもの、あの主家のご老母様も。同じものを持っていました。この冠と衣服を私に献上させようとしたのに。彼女はどうしても承知しませんでした。この老婆、気が狂ったんじゃないか。何でも欲しがって。軍主はお気の毒だ。こんな無知な関門に嫁いで。静粛に、軍主の衣服と冠は、確かにあなたにはあげられない、決心大抵。私の青天大老じじい様、英氏から賄賂でも受け取ったのですか？それとも、何か隠している秘密でもあるのですか？大胆不敵、無知な幹部、朝廷の役人と、皇族を誹謗する罪が何かしているか。私のどこが間違っているのです。明らかにあなたが心得からです。軍主が着ているのは朝廷の服。あなたのような無為の庶民が、軍主の服を奪おうとは、貢献をないがしろにしていると見える。なんだって、この可愛い子はなぜ早く言わなかったのか。今あなたは無礼な言動で、本官と軍主を誹謗した。来い。はい、鞭打ち50回。大老爺、私が間違えました。やめてください。ハリ氏、これはほんの前菜だ。ヤオリン医学に戻り、私があなたを犯したとすれば、必ず激怒する。その時、私は離縁を申し出る。軍主、ご老母様が半殺しに撃たれました。少将軍が戻ってきて。知ったら、どう説明すればよいでしょうか。説明だ。私は彼女を殴ったわけじゃない。説明が必要なら県令に言ってくれ。軍主様は何と言っても正家の嫁、わがままは許されません。早く熱い贈り物を用意して、諸角堂の前でひざまずいて。ご老母様に謝罪なさい、ファメー。主人に教えるなんて生意気だ。
あなたは私の次女よ。それなら代わりにひざまずいてくれない？私が将軍は今夜戻ってくるわ。あなたがご老母様のご機嫌を取れば、将軍も喜ぶでしょう。そうすれば、将軍は私に怒りを向けないかも。将軍が今日戻るなんて、これはまたとない。近づくチャンスだ。ありがとうございます。ファメー、必ず使命を果たします。軍主様、どうしてファメーに？将軍に近づく機会を。あなたが彼女に与えた小虫はまだ聞いている？はい。母子に最上のものを与えて。彼女はもともと落ち着きのない女、今夜。キアオディン・イーに大失敗を犯させる。ウェフー、よくも母をここまで恥ずかしめたな。ご老母様がどんな方か、将軍は私よりよくご存知でしょう。剣霊が50回叩いたのはまだ軽い方だ。たとえ母に過ちがあっても、あなたが真剣に取り合うべきではない。それに、今、母は床に伏せている。なぜ医者を呼ばないのか。まさか将軍府が母の治療費すら出せないというのか。あなたは、府中のすべては、ウェフーの金で賄われている結婚の持参金さえ、彼女が将軍府の対面のために持ってきたものだ。ウェフー。あなたはただ私の、キアオディーの貧しい生まれを馬鹿にしているだけだ。人は自分の生まれを変えられない。だがあなたは金と、この顔以外に、何の取り柄もない。私に取り柄がないなら、将軍は私と離縁したらどう？離縁。将軍が私をここまで嫌うなら、早く離縁しましょう。お互い宣誓するために。ダメだ。なぜダメなの？今、私は昇進の瀬戸際、あちこちの手配に。金が必要だ。ウェフーはされない。もういい。ちょっと叱っただけで、そんなに怒る必要ある。長旅で疲れました。またの機会にお会いしましょお姫様、なぜ一気に小将軍と離縁なさらないのですか？急ぎません。離縁は私一人の都合では済まないことです。かつて上帝義が父上を救ってくれたのですから、もし彼が離縁前に大きな過ちを犯さなければ、私が軽率に決めることはできません。そうなれば、楽境常駐の人々が、我が栄華が貧しい家をいじめ、恩を忘れたと言い出すでしょう。小帝義を離縁する前に、必ずやあなたの評判を地に落とし、楽境中の笑い者にしてやる。お姫様、どうなさったのですか？早く見てください。お姫様、ご解任です。何ですって？大変、まさか最高の子を身ごもるなんて。お姫様、紅葉生死とは一度きりでは。運が悪すぎます。すぐに薬を煎じて参ります。子供を下ろしましょう。いけません。お姫様。まさか、この子を産もうとお考えですか？私だってこの子は欲しくありません。ただあの日私が飲んだのは、当選路だったのです。この薬には確かに解毒剤がありません。もういい、気にしないで。今は消化に対処することが最優先です。この子の月数が進んだら、どこかの別荘に隠れて産めばいい。なぜエーフはこれまでどこでも従順で、一度も口答えしたことがなかったのに、今になって、離縁のことまで口に出すとは、まさか。彼女、私が外で愛人を作っていることに気づいたのか。誰だ？将軍、私はお姫様の付き人です。かばい。早速人をよこして私をなだめに来たのか。やはり、さっきはただ怒っていただけだ。そうだろう。彼女は私を深く愛している。簡単に離縁などしないはずだ。上がって話せ。はい。この日、なかなかの色気だな。何の用だ？将軍が一人で酒を飲んでいらっしゃるのを見て、思わず、将軍のお話し相手にと思いまして。お姫様。
私はただ、将軍の酒の相手をして憂さを晴らそうと思っただけです。まさか将軍がそんなに厚かましいとは、たった一晩で。将軍の手を組んだなんて。昨夜は少し酒が過ぎて、彼女の身を汚してしまった。ならば、これからは私の部屋で使えさせよう。英夫、さぞかし腹が立っただろう。ちょうどいい、この可否であの傲慢な性格を強制してやる。それは困ります。この女、まさか私と将軍の計画を邪魔する気か。やはり嫉妬しているな。カバイは私のそば使いの可否だ。粗末には扱えない。将軍、彼女を側室にお取り立てください。何ですって。今日は大安吉日です。急いで手配を。今日中にカバイをめとりましょう。将軍、いかがでしょう？たかが可否一人。なぜそこまで大げさに。カバイは私が栄華から連れてきたものです。私たち二人は姉妹同然。側室ですら彼女には不釣り合いです。将軍がお認めにならなければ。私は承知しません。お前の好きにしろ。軍主様がまさか。軍主様のご厚恩、カバイはこれから牛や馬となってでも。お返し申し上げます。よし、不満に思わなければそれでいい。今日から。将軍の隣の花風園に移りなさい。お世話もしやすくなる。軍主様、ありがとうございます。張家内妃が側室をめとったことを言い広めなさい。知る人が多ければ多いほどいい。かしこまりました。張家内妃、お前の行いが余計に逸脱すればするほど、今後私がお前と離縁しても誰も非難できなくなる。皇后陛下は小将軍が側室をめとられたことをご存知で、お姫様をお気の毒に思い、一晩中お眠りになれませんでした。そうです軍主様、奥様も昨夜は一晩中、泣き明かされました。おば上と母上にご心配をおかけしました。この2通の手紙をそれぞれ、父上と母上のもとへ届けてください。お二人はお読みになればお分かりになります。こういう着替えを手伝って。私は宮中へ参り、おば上にお目にかかります。紅葉殿下、ずっとお待ちしておりました。私が宮中に入り火となったのは本当に不本意なこと。私は京中にいる時から、長年あなたを慕っておりました。私が緑明へ行くのは白昼堂踊り時と、宮中に入り皇帝の妃と密会するためです。手紙を何通も書いたのに、なぜ一言の返事もくれないの、最高。あなたの心は石でできているの？おいがおばと密会？刺激的すぎる。妃殿下、お慎みください。私はあなたと面識がなく、手紙のやり取りなどありません。何度も会ったことがあるのに。いつ？宮入り前も、入ってからも。遠くからあなたを見ていた。妃殿下、でたらめを言わないでください。家族に災いが及びます。ああ、片思いだったのね。本当に冷たい人。聞き飽きたなら出てきなさい。聖子殿下、お会いできて光栄です。ええ、数日会わぬうちにますます輝いて見える。小将軍の凱旋で、お気持ちが高揚しているのでしょう。上帝欲が都に戻った翌日、側室を迎えた。途中を騒がせている。最高、私を皮肉っているの？聖子殿下のご意向には及びません。宮中の妃殿下でさえ、あなたを慕っていると聞きました。聖子殿下にはかないませんね。さあ、傷つけ合いましょう。逃げるのは犬ですよ。軍主様、お冗談を。軍主様と出会う前の皇は、女性と交際したことはありませんでした。軍主様がいなければ、今でも、純白のままだったでしょう。聖子殿下、以前お約束したことを忘れてはいません。何かご要望があれば、遠慮なくおっしゃってください。軍主様、まずお座りください。私は幼い頃から病弱で、ここ数日、体がひどく衰弱しています。余命いくばくもありません。軍主様、私の屋敷に、お越しいただけませんか？聖子殿下、屋敷には医者がいます。それに、あなたはまだ独身です。私は人妻です。不用意にあなたの屋敷に入れば、二人の名誉は地に落ちます。他のご要望をお願いします。変えられません。この願いだけです。あなたは、恥知らずです。軍主様、ご都合が悪いのであれば、屋敷に来るのは、夜に来てはどうですか？
聖子殿下、あなたには大きな恩義がありますが、この件は絶対に無理です。心臓が止まる。最高は私にまとわりつくつもりか。そうですか。では、軍主様がご都合悪いというのであれば、需要競争の薬を屋敷に送ってください。それはよかった。聞くところによると、軍主は自分の次女、小将軍の妾に差し上げたとか、ちょうど人手が足りておりますので、私が武芸に長けた次女を一人お送りしましょう。私が薬をお送りする際、彼女を行かせましょうか。奇変はどうしても私のそばに人を送り込もうとしているな。まず無理な要求をして、断られてから別の要求を出す。断れるはずがないだろう。それでは、よろしいでしょう。おばさま、ご安心ください。ヒアオリンイートのことは私がうまく処理します。前世では、英国公府は一族皆殺し。おばさまも金霊級で自害されました。この世では、必ずや悲劇を繰り返させません。おばはただ、あなたが不憫でならない。あなたの身分では、関門に嫁ぐ必要などなかったのに。誰がしよう。あのヒアオリンが、なんと落ち着きのない男だったとは。おばさま、私はもう決心しました。ヒアオリンイート離縁します。英風、それが分かってくれればよかった。ただ、いつ離縁するつもりなの？今はまだその時ではありません。どうやら、あなたには考えがあるようだね。CVR。役立たずどもめ。これが本将軍の妻と、嫡男の世話の仕方か。ご主人様、お怒りにならずに、私が薬を飲んで、少し休めばよくなりますから。CVR、お前は私の妻だ。私の前では、無理に強がる必要はない。早く言え、夫人はどうして水に落ちたのだ。将軍、夫人は場外で買い物をなさり、川辺で、将軍が妾をめとられたとお聞きになり、衝撃が大きすぎて気を失い、湖に落ちられたのです。私が先によって乱行したことは、決して CVR に知らせてはならん。彼女を悲しませる。CVR、焦るな。妾をめとった件は、母が独断で決めたことだ。私は知らなかった。ご主人様、老夫人はなぜ突然、あなたのために妾をめとろうとなさったのですか？あの英氏は実家の勢力を傘に来て、横暴極まりない。だから母はわざと彼女の次女を持ち上げて、彼女の鼻をへし折ろうとしたのだ。ご主人様、あなたを信じます。ただ、たまたま、荘園の下々の者が言うのを耳にしたのですが、私は将軍の表立たせられない愛人に過ぎず、子供を一人産み、また腹に一人を宿しているのに、私はまだもう一つ入ることさえ許されていないと。どの下人がそんな無駄口を叩いた？引きずり出して杖で撃ち殺せ。将軍、あなたは一人の口を塞げるかもしれないが、天下の人の口を塞げるのか。今、私はあなたに、この田舎の屋敷に養われている。一日二日ならまだしも長く続けば、いつか誰かが知ることになる。宗司、焦らないで。必ず同踊り児とあなたを迎え戻すから。夫様、あなたのためなら、このくらいの我慢はできます。でも、今、みんなが言っているんです。私の神事は、私生児だって。神事。夫人、若様がお目覚めになりました。父上、英氏の側にいた下女さえも、主として門をくぐれるのに、私はいつになったら、将軍家の嫡男になれるのですか？神事、父上は必ずや。落教中の権勢ある人々の前で、お前たち母子を屋敷に迎え戻してやる。よかった。父上。苦肉の策を自ら演じた甲斐があった。我々母子は、やっと苦境を脱する時が来た。軍主、お連れしました。お前が、あの短命な戦士が使わしたものか？名前は何という？軍主殿下、主は刀市と申します。刀市？刀の使い手か？主の本名は刀99。一頭一頭、切り刻んで得た名で、今は統一と名乗っています。西光の側にいる者は、やはり手強いな。では、お前が刀一なら、まさか、剣一や弓一もいるのか？はい。西光の側にいる者は、やはり、各分野の達人揃いだ。刀一。最近あの少女一、動きが定かでない。彼をよく見張っておけ。承知いたしました。上皇病の一件で、英氏を失脚させ、順当に、宗司と子供を迎え戻せると思っていたのに、なんと、手違いが生じてしまった。そうだ、不幸のうち三つ、後継ぎを持たぬことが最大の不幸。もし英氏が子を産めなければ、彼女の一生は私の手のひらで決して波風を立てられまい。
文主、ルフィが将軍について外出したところ、彼が覆面をして、こそこそと闇市へ行き、あの商人から一輪の薬を買いました。刀一の仕事は、やはり効率的だ。省庁一は、お前のところで何の薬を買った？ありのままを言えば、お前を解放してやる。我々闇市にも、我々の掟がある。申し訳ないが、従えない。文主、刀一に一刀で切らせましょうか。無比の小虫でも、彼を政府女子にさせられる。衝動は禁物よ。彼女は話してくれると思うわ。そうでしょ？私、言います。あの人が私からゼシマルを一粒買いました。ゼシマル？この薬は男女を問わず、一度服用すれば一生後を経つ。前回は私の低層を奪おうとして、今度は私の体を壊そうとするのね。キアオディー。どうやら、RGG なら、何でもするようだな。さっさと消えろ。文主、将軍は本当にひどすぎます。私がどこを持って殺しましょうか。青いもお役に立ちます。一刀で仕留める方が早いです。いいえ。そんな簡単に死なせては、彼に甘すぎる。ジアンユー。あなたのところにジョーコという小虫があったよね。裏切った側は心臓を食い破って死ぬ。まだある？あります。ただし、少し時間をかけて調合する必要があります。それに、使用する人の血を薬の引きとして取る必要があります。まず準備しておいて。リングシーグシーグの血は、私が直接取りに行く。英氏はあまりにも図に乗っている。私が都に戻ってからというもの。彼女は一度も私の意に足を踏み入れようとしない。薬を盛るのに私がわざわざ来なければならないなんて。無礼者め。この将軍を止めるとは。文主は今日社業でお疲れです。今お昼寝中です。将軍様、お引き取りください。すぐに起こしてこい。お断りします。大胆者。この将軍の命令に逆らうとは。死にたいのか。英氏のそばに、いつからこんな強者がいた？姉さん、大丈夫？大丈夫よ。お前は誰だ？新しく来た下女です。私が誰かは関係ないでしょう。西雲園で騒ぎを起こそうものなら切り捨てる。大胆だ。この将軍にそんな口の利き方をするとは。私の主人は文主だけです。聖司様がおっしゃいました。誰であれ軍主に無礼を働く者は遠慮なく手を出せ。何かあれば、彼が責任を取ると。本当に逆らう気か。お前、それからこのジアンユーも。お前たちは屋敷の下僕の分際で主人にそんな口を聞くのか。明日、お前たち二人、自分で奴隷市場へ行け。将軍、随分と威張ってらっしゃるんですね。私の家来は、お前が裁くようなものではない。英氏、最近ますます図に乗っているな。たった二人の下女のために、私に向かってそんな口の利き方をするとは。将軍が何の前触れもなく私の庭に来て、私の家来を裁こうとしているのだ。今、私がこうして話していること自体が、十分な顔を立てているというものだ。お前。英氏、私はお前の夫だ。この世の女はみんな、夫を規範とするものだ。今日、きちんと謝罪しなければ、家法で処罰するぞ。家法で処罰？いいわ。では、家法で処罰する前に、将軍に3つ質問がある。言ってみろ。将軍にお尋ねします。私の父と兄はどのような官職につき、叔母はどのような身分か。英氏、これはどういう意味だ？将軍は混乱しているようだな。では、私が代わりに答えましょう。私の父は、陳北軍の総帥で、世襲一等公爵。兄は国公府の正士で、正二品の陳北軍指揮使。叔母は中宮皇后で、天下の母。そして私は、陛下直々に封じられた長安軍主。職王は親王の嫡女と同等。英氏、お前は？ではあなたは？あなたの先祖はどれほどの功績を残した？あなた自身はどれほどの功績を立てた？官位は何品？この身分を持つ私が、あなたに家法で処罰されようとは、我が大成長ではまず君臣の別を論じ、その後に向上を論ず。私が尊く、あなたが卑しい。たとえ家法で処罰するにしても、私があなたを処罰するべきだ。将軍、文主、何を争っているのですか？文主、私たちは家族です。何か話があるなら、ゆっくり座って話せばいいのに。怒りをぶつける場所に困っていたところだ。美人、
お前ごときがこの将軍と家族だと？うせろ。犬猿の中だな。英氏、いや。阿福、他に用事があるから先に失礼する。今日は本当に痛快だった。どうして？今までは私が英氏を押さえつけていたのに。今日、彼女がどうして私が卑しく彼女が尊いなどと言える？ CVR。そうだ CVR のところへ行こう彼女の前でのみ。私は天を支え地を踏む男になれる。将軍。英氏の言葉は気に留めなくてもいい。英国公府の勢力がどれほど大きくても。たった一人の娘は結局あなたの後宮で仕えている。もしかすると彼女は私が思うほど私を慕ってはいないのかもしれない。ただ私がかつて彼女の父を救ったからというだけで。そうではありません将軍あなたは若い世代のリーダーどれほどの女性が。あなたの妻になりたいと思っていることが陛下もきっと見込んでいます。あなたが将来必ず出世するとだからこそ早めに娘を嫁がせて布石を打ったのです。CVR あなたは本当に確信をついている。陛下の勢力があれほど強大なら人並み外れた人物でなければ。英国王がどうして娘を私にさせたのか。そうです彼らは明らかにあなたの運勢に乗じているのです。だからこそ繁栄している彼らはあなたに感謝すべきです。CVR あなたは本当に私の心を解く花だ。姫君ここ数日将軍は田舎の別荘へ行って。あの愛人と一緒にいます。あのリングシーグシーグは妊娠しているのに。キアオディー。自分の子供を殺すことも恐れないのか。行こう窮地に会いに行く。姫君篠氏に会ったことがないのですか？どうして窮地なのですか？前世であった。あなたは誰だ何の用だ？あなたこそ誰だ以前邸にいたフージーさんはどうした？フージーさん？知らないさっさと立ち去ることを勧めるここは。小将軍の邸宅だ姫君殿下の。別荘ではないのか。そうだ今日姫君殿下は。わざわざ私たちを温泉に入らせに呼んだんだこの老いぼれめ。この別荘は明らかに皇后様が英風に可視されたもの。いつキアオディーのものになったんだ。あなたたちでたらめを言うなさもないと小将軍だきっと。兵を送って捕らえるぞ。ここで責任者を呼び出せ誰か来い。なんだ誰がここで騒ぐことを許した。あなたたち下人は主人を知らないのも仕方ないが。今度は主人を欺くつもりか英風。今日は私があなたに代わって彼らをしっかりと懲らしめてやる。わざわざあなたの手を汚すことはない。確かこの近くに金護衛が警護していたはずでは？ UER 金我が衛を呼んできなさい。はい。待ってろよ小大将軍が来たら。お前たちを全員捕まえる一人も逃がさないぞ姫君。金護衛が来た。誰がここで騒ぎを起こしている？どうして君が？親分、まさかまた会えるなんて思わなかったよ。ゴーシェンジ、数年ぶりだな。軍の青2歳から一人前の男になったじゃないか。親分、からかわないでよ。そうだ、ここで何が起こったんだ？風を問い、今日は女友達を連れて、荘園で遊ぼうとしたのに、まさか。私の荘園が主人を代わっているなんて。とんでもない。これは軍主の荘園だ。お前たちは何者だ？私たちは何も知らないんです。命令に従っただけです。連行しろ。大人、中には妊婦と子供がいます。お前は誰だ？見たところ妊娠しているな。なら夫がいるはずだ。夫の名前は？英氏、私を捕らえに来たくせにわざと聞くなんて。今日はただ女友達と遊びに来ただけ。どうしてわざわざお前を捕らえに来たことになる？お前は誰だ？わざわざ捕まえに行く価値があるのか？この小生意気な。明らかに私を恥ずかしめようとしてる。わざわざ公の場で従うと？キアオディーが囲っている女だと？やりすぎないよう忠告する。ゴーシェンジ。この者を金護衛の牢に入れろ。尋問はするな。面会も一切許すな。わかったか？
親分、私の官位は低いから、生死に責められるのが怖いです。私の礼拝を持っていけ。奇変に、私がやらせたと言え。連行しろ。はい。A 氏、今日の行いを後悔するぞ。さっきはちょっとしたハプニングがありました。皆さん落ち着いてください。すぐに食事の手配をします。さっきのはきっと小将軍の愛人だ。とんでもない。あんな愛人、軍主様に比べ物にならない。小将軍は目が節穴だ。おととい、目かけを一人迎えたばかりだそうだ。たかが関門の出が。よくも軍主様の顔に泥を塗るな。奇変。どうして私のベッドにいるの？軍主、どういう意味ですか？あの夜、馬車の中で私の服を剥いだときは、こんな態度じゃなかったでしょう。昔のことはもう言うな。いえ、真夜中に私を訪ねてきたのは、一体何の用だ？今日、フーオミンスアンに頼んで、彼の私生児とあの愛人を、私の金護衛に着させた。どう手伝ってほしい？左相伝、あの連中を見張ってください。時期が熟したら、ラオイーに君を呼ばせよう。君は私を使いこなすのが、本当に遠慮ないね。ただ、この、左相様という呼び方。私は好きじゃない。じゃあ、なんて呼べばいいの？いとこって呼んで。ちっちゃい豆目な、大きくなったら。こんなにイケメンになるなんてね。子供の頃のこと、まだ言うの。あの時君と一緒に、蓮池でカエルを捕まえて遊んでた。私が熱を出して死にそうになったから、その後君は、もう全然遊んでくれなかった。二度と会いに来なかった。なんで？よく言うよ。誰が君みたいに病弱で。ちょっと遊んだだけで死にそうになるんだから。君のせいで。よく罰も受けたんだ。それ以来、誰が君と遊べる？私。ちょっと遊んだだけで死にそうになる。君は小将軍が強靭だと思ってるのかもしれないけど。私は幼い頃から体が弱くて、ただの小さな。やめて。いとこは、見た目は弱そうだけど。君はあの夜のことを褒めてるんじゃないの？いとこは見た目は弱そうだけど、実際は。手口は弱くない。聞くところによると、この前、戸部少書の一家を家宅捜索したらしい。壁まで壊したんだって。海域は私腹を肥やし、軍資金をごまかして、死んでも当然だ。ありがとう。私が海域を家宅捜索したのに、何をありがとうって。私の父と兄はまだ前線で戦っている。陳北軍があの軍資金がなければ、多分危うない。じゃあ、いとこはどうやってお礼するつもり？お礼のことは、明日にしよう。夜も更けた、聖子様はお帰りください。いとこ、君は本当に冷たい人だね。まあいい。この聖子は、恩を売って見返りを求めるような人間じゃない。いとこに会えただけで、十分だ。上風、今世は決して心を動かしてはいけない。大変だ。私の金の孫よ。シュイ ER はまだあんなに小さいのに、どうやって牢屋で暮らすの？全部 A 氏のせいだ。なんで田舎の荘園なんかに行くんだ。息子よ、言っておくけど、うちは3代続けて一人息子だ。シュイ ER に何かあってはいけない。すべてのコネを使い尽くして。シュイ ER を救い出せ。母親、私だって救いたいのは山々です。CVER とシュン ER を。ただ、私の官位では何も動かせません。それなら構いません。お金を出しましょう。A 氏には、たくさんの嫁入り道具があったはずです。母親、たとえ金があっても、子供が口を開くわけにはいきません。私が口を出せば、落葉中の人々が知ってしまう。CVER は私が外で囲っている目かけで、シュン ER は私の私生児だと。それでは。今、昇進を目前に控え、こんな汚名は背負えません。どうすればいいんです？見殺しにはできません。
金吾 A は奇変が統率しており、奇変は A 氏の重慶です。今、彼女だけが救える可能性が、CVR と旬 ER を。それなら A 氏のあの可愛い子に、私の孫を救わせた方がマシです。A 氏は昨夜別荘に泊まり、まだ戻ってきません。母親、落ち着いてください。彼女が戻ったら必ず行かせます。GAO ヤンセイ氏に人を釈放してもらうよう頼みに。あの可愛い子、いつ戻るかわかりません。ダメです。孫が牢内でどれだけ持つかわかりません。私が直接救いに行きます。どうした？誰が太鼓を打つか。聖天の大老じじい様、私の孫がキーワガエに捕らえられました。どうかお助けください。ヤンアン軍主には子がおらず、彼女の孫とはどこから来たのか。将下に子が生まれた話は聞いていない。まさか外の子か。将将軍が側室を迎えて数日で私生児が発覚とは。全く罪作りな。ハリ氏、でたらめを言うな。本官の知る限り、軍主殿下には子がおられない。この孫とはどういうことか。大変です将軍、老婦人が役所に行きました。春坊主を救いに行くと言って、何ですって、今、昇進を目前に控え、母親は何を騒ぎ立てているのですか。春 ER は我が家三代丹田の子、生死の瀬戸際です。もう構っていられません。聖天の大老じじい様、私の孫は。母上、でたらめを言わないでください。お役人様、お許しください。母は田舎者で、愚かででたらめを申します。すぐ連れて帰り、よく諭します。行きましょう、将軍。役所はあなたの好きな時に来て出て行ける場所ではありません。今日、話をはっきりさせない限り、誰も出て行けません。女用。封を解い、これは。私の孫は。認めてはなりません。母上は私を殺す気ですか。女用。先日、私は犯人を一段捕まえました。政治殿下が命じられました。この事件を上殿に引き継いで、調査してもらうようにと。なんと、誰かが軍主殿下の指定に無断侵入したのです。来る者よ。軍主殿下をお連れして参れ。はい。どいてください。家の恥は外に漏らすものではありません。このことは必ず隠さなければなりません。上大人。軍主様、どうぞ上座へ。どうしたのものは吉か。はい、その通りです。いいえ、なぜ軍主の指定に現れたのか。大老爺に申し上げます。私は愚意というものに、買い取られ、将軍夫人と小障子のお世話をすると言われました。将軍夫人。どなたのことですか。あなたがその将軍夫人か。領主よ、本官が問うている。お前の夫は、どの将軍で、姓は何、名は何という。上殿、先日、門番が言うには、屋敷は将という姓の将軍のものだそうです。道場に将将軍はいらっしゃる。緑に確認させてはどうか。封を解い、どういう意味だ。本将軍を布告するつもりか。将将軍、ご心配には及びません。私はただ公務を執行しているだけです。お前は知っているはずだろう。人がいない。謀反だ、本当に謀反だ。本官の面前で人を殺すとは、私のこの協調不我を軟弱な柿の種とでも思っているのか。大人。私のものに見せてもらえませんか。軍主様、どうぞ。毒です。人を運び出せ。誰かが証人の口を封じようとしたのです。本当に将軍なのか。彼の将来のため。まさか彼は私の春 ER を捨てるつもりなのか。ダメだ。お父さん、おばあちゃん、春 ER は家に帰りたい。かわいそうな孫よ、春 ER、泣かないで。おばあちゃんがすぐに連れて帰るからね。
少将軍の母上がなぜこの子を孫と呼ぶのだ。軍師殿下にはお子がいらっしゃらない。これはどういうことだ。もしかして、この子は少将軍の隠し子なのか。夫よ、この子は。本当にあなたの子なの？軍主様、この件には多くの内情があります。まずはお家に戻られては。私が詳しく説明します。GAO ヤン聖子殿下、ご到着。聖子殿下に拝謁いたします。皆さん、礼には及びません。本殿もたまたま通りかかっただけです。上殿、どうぞ審理を続けてください。はい、殿下、どうぞ上座へ。こいつ、わざわざ私の恥を見に来たんだ。少将軍、どうか正直にお答えください。あなたとこの母子の関係は、義変が鎮座している。嘘をつき続ければ、私の将来に影響する恐れがある。それならば。お役人様、この子は。確かに私の子です。あの漁師は、辺境の長で私が目かけにしたものです。やはり愛人と隠し子だったのか。軍王母様がお気の毒です。商家は小さい家柄で少しも規律がない。そうだ、軍王母様はまだお子様を産んでいないのに、隠し子はもう2歳だ。軍王母様が嫁いだ直後から、この愛人がいたのだろう。キアオディン・イー、あなたは私の裏で。軍王様、すべては私の過ちです。ただこの漁師は、辺境で私の命を救ってくれた。彼女の家族は戦火で亡くなった。頼るものもなく、彼女の恩に報いるため、目かけにしたのです。キアオディン・イーが公衆の面前でひざまずいた。この芝居で、状況を一変させる勢いがあるかもしれない。軍王様、ご安心ください。彼女はただの目かけです。絶対にあなたには影響しません。正妻としての地位は、ただ、あなたが彼女を受け入れられるかどうか。私を恐れるふりをして、漁師を。頼るもののない孤児に仕立て上げ、私の評判を落とそうとしている。う。一体どうなっているのか、もしかして軍王母様が強すぎるから。このシノさん、こんなに良い人なのに。なぜ真実を教えてくれなかったのか、むしろ彼女を。私の持参した荘園に住まわせるなんて、これは、シノさんを恥ずかしめることではないか。キュアは本当に口が達者だ。キアオディン・イー。あなたとシノさんは正式な手続きもなく関係を持ち、彼女を。そして、あなたたちの子供をどうするつもりだ。そうだ、少将軍のこの行動は不適切だ。軍主殿下が。彼を思いやっていないように見える。荘園に遊びに行ったのに、私は知らなかった。こんなに良いシノさんが、このように名もなく、荘園に養われていたなんて。かわいそうに。偽善者め、命の恩人をこんな扱い、隠れてばかり。きっと怪しい。軍王様、お怒りはごもっともですが、すべては私の過ちです。あなたが知ったら怒ると思い、それで。なるほど、私が将軍に嫁いで3年、あなたは一度も、私の人柄を信じてくれなかったのか。私。将軍が凱旋したその日、私の持参した次女を手にした。私はその日に彼女を盛大に目かけに迎えた。私の人柄からして、将軍はなぜ、私があなたの意思に逆らうと思うのか。そういう意味じゃない。ましてやあの別荘は、おばが私に持たせた嫁入り道具。勝手に決めるなんて。リング用に住まわせるなんて。そう横の別荘は軍主の格式に合わせて作ったもの。漁師は一回の平民相応しかない。正妻の嫁入り道具を目かけに養わせる道理はない。大小の律令では、女の嫁入り道具は本人の物老けが理由なく奪ってはならない。小将軍正妻の嫁入り道具を横領した罪。認めるか否か。兵士はみんなの前で私を恥ずかしめようとしている。このキアオディに、何飯男のような輩か。ヒュア家族同士契約になることはない。嫁入り道具といえばちょうどいい。一つはっきりさせておきたいことがある。私が商家に嫁いでから嫁入り道具で商家の赤字を補填。数十万両もの銀姑の実家の兄弟が、私の嫁入り道具の店舗を横領しさらに、栄華の名を語り下劣な商売をしていた。英氏は用意周到だ和解する気など毛頭ない。なんと嫁入り道具を横領し英国公府の名を語り、詐欺を働いていた。軍主は美しく心優しいのにこんな恩知らずに。なんてことまったく。彼女の受けた屈辱は想像以上だ。家の恥は外にさらすな少尉への評判を落とし、君に何の得があるさ今すぐ私と帰れ。話して。私が3年も床を共にせず冷たくしたことを恨んでいるんだろう。
今夜くんの部屋に行くなんてこと軍主は天女のような美貌。少将軍はあの味気ない妾のために、軍主を冷遇していた。言語道断の恥。ついて恋さもなくば容赦しない。息子よ。少将軍は私の前で軍主を脅した。大した度胸だ。つい興奮してしまい、失礼した長子が詐欺を働いた。実家の兄弟を逮捕せよ。ダメあれは我が家の金だ。ダメだ英氏。早く止めさせろ、この小生意気な。この姑は普段から、ヤンアン軍主をこんなに罵っていたのか。身の程知らずも甚だしい。ハリ氏は言葉が粗暴で軍主を脅した事案いい。はい。腕。ダメだ。我が息子は大将軍だ。誰が手を出せるというのか。将下はあまりにも人を馬鹿にしている。頭がクラクラする。お姫様が気を失われました。まず屋敷にお連れします。この件を徹底的に調査せよ。女王。この事件が真相を明らかにするまで、誰も釈放するな。事案いい。屋敷に戻るのは、英氏、必ずや代償を払わせてやる。英氏はいつも手なずけやすかったのに、最近はどうしたことか。まるで人が変わったようだ。私の金の孫を助けてくれ。桂、老婦人を見張っていろ。庭から一歩も出るな。私が英氏のところへ行く。はい。お姫様の今日の演技は、まさに神が快適でした。やっと胸の使いが取れた。私に借りがあるものは返すべきだ。しかし、商家はすでにお姫様の大金を使い込んでいます。不足分はおそらく返せない。やはりお姫様は損をなさった。ヒアオリンイは辺境の長で、隠し財産を持っている。もしその金で補填できれば、十分だ。しかし少将軍は同意なさるでしょうか。もし牢獄の領主とあの子を生かしておきたいなら、必ず私に支払わなければならない。どうしたんだ。お姫様、それはつわりです。なんですって。どうやら、ヒアオリンイとの離縁の件は、急がなければ月が進むと隠しきれない。家に帰ってこっそり子供を産まなければ。子供よ、安心しなさい。母が必ず育ててあげる。お姫様、ヒアオリンイが門外で面会を求めております。お会いになりますか？あれだけ落ち着いているかと思ったら、意外にも。一晩で我慢できなくなったようだ。英氏はますます美しくなった。あの時、彼女とちゃんと暮らしていれば、こんな事態にはならなかっただろうに。領主は妊娠中だ。彼女と朱印あるわ。牢獄では持ちこたえられない。早く告訴を取り下げろ。二人を釈放しろ。少将軍、人に頼む時の態度はこれですか？私の態度がどうしたというのだ。英氏、あなたは商家の主母だ。側室や子供たちの世話は、本来あなたの役目だろう。まだ私を正妻だと思っているの？外の知らない人は、私があなたの旧敵だと思っているわ。あなたの母親は、3日に一度は私を役所に訴えている。母は愚か者です。どうかお許しください。あなたの親戚は、私の嫁入り道具を奪い取った。あの人はもう捕まったじゃないか。そんなに真剣にならなくても。じゃああなたは？外で子供まで作ったのに。私は最後に知らされた。この制裁なんて誰かやりたきゃやればいい。私はいらない。なるほど、彼女は焼きもちを焼いていたんだ。口では強がっているが。領主が私の子供を産んだのがやましいだけだ。やはり彼女は私を愛している。よし。私が悪かった。彼女たちを出してくれ。
今夜、あなたの部屋に行く。子供を作ろう。出て行け。誰があなたと子供を作るもんですか？私がこの数年、商家に補填した分を、全額返してくれれば、奇変に、彼らを釈放させる。あなた。A 氏、私たちは家族だ。ここまで計算する必要があるのか。あなたも、あの無頼な母親そっくりね。今日は二択だ。金を出すか、さもなくば。漁師と息子が死ぬのを待て。わかった、わかった。約束するから。待ってくれ。はい、将軍は帰って待っていてください。今日中に漁師とお子様は帰宅できます。A 氏、生きている限り。あなたはギアオディーンの妻だ。死んでも正家の墓に入る。いつまで強がっていられるか見ものだ。王女様。この六田とは何ですか？六田は、皇帝が、朝廷の役人に与える田畑です。収穫は役人のものになり、税も免除されます。そういうことか。前世では、父が敗れたのは兵糧不足が原因だった。それが敗因となった。今世では、この吉田があれば、陳北軍を助けられる。難関を乗り越えさせてやる。聖子様、ここは奥の間です。何かご用があれば、表座敷でお話ししましょう。聖子様。ここは奥の間です。聖子様、どうしてここに？軍主、私が来たのは、お宅の庭にある。この桐の木が欲しいからです。え？うちの庭の木が？軍主。我が家の占い師が言うには、私は5行で木が足りず、上質な桐の木でなければ補えないと。軍主。どうか、星3つお譲り願えませんか？真面目な顔でたらめを。彼の目的は、絶対に桐の木だけじゃない。聖子様、お許しを。この木は私もとても気に入っています。聖子様、どうか他の余儀をお探しください。だから言ったでしょう。この口実は無理があるって。全く通用しないよ。小将軍。あなた、少し退いてもらえませんか？私と軍主だけで話せば、もしかしたら、彼女も考えを変えるかもしれません。なんだって、私が退けと？彼が奥の間で、キアオディン E に退けという？天地がひっくり返るとはこのことだ。聖子様、主に、あなたは外部の男性で、私の妻と二人きりになるのは、道理に合いませんよね。ただ二言三言、話すだけですよ、小将軍。もしかして、私と軍主の、二人の人柄を信用していないのでは？いいえ。聖子様、誤解です。主に男女の別があるので、これが外に漏れると、世間が噂を立てるのを恐れているのです。聖子様のご名声を傷つけることになりますから。小将軍が言わなければ、誰が知るというのです。私は、それに私たち二人、身が正しければ影は曲がらず、他人の汚水を浴びせられることも恐れません。確かに潔白ですね。子供の父さん。聖子様、何事もお引き受けしますが、この件だけは。キアオディン E、あなたは外で三つ葉4目掛けを抱え、他人とこう出しておきながら堂々としている。私が聖子様と、少し真褒めな話を相談するだけなのに、それもダメなの？小将軍、どうぞ。貴兵は身分が尊い。上風のような中身のない能なしに、それも人妻に目をかけるはずがない。私の考えすぎでした。聖子様、どうぞお話しください。あなたが、深夜に私を訪ねて、ただ一本の木のためだなんて信じられません。私ははるばるあなたに会いに来たというのに、ここに立たせておくのですか？ジアンユー、お茶を出しなさい。結構です。ただ風が苦手なだけです。中に入って座らせてくれないんですか？え？男女二人きりで部屋にいるのはあまり良くないですよね。
馬車の中であなたはそうは言いませんでしたよ。入ってください。聖子殿下、どういったご用件でいらっしゃったのですか？今日は国王様からのご依頼で参りました。ご覧ください。父からの手紙、なるほど。前世で父が陳北軍を最高に託したのは、彼らはずっとつながりがあったからなのですね。アフク、父が悪い、救命の恩に報いるために、お前を小帝に嫁がせてしまった。彼が夫でないとは思わなかった。お前が離縁を望むなら父は支持する。これは父が私に宛てた手紙です。何を見ているんですか？私もあなたの兄も今日にはいない。公用聖子にあなたの面倒を見てもらうよう頼んだ。困ったことがあれば遠慮なく彼を頼るがよい。父が最高に私の面倒を見るよう頼んだの？なぜ私を睨みつけるんですか？国王よがあなたの面倒を見るよう私に託されました。軍主様、何か私に手伝えることはありませんか？お手伝いは結構です。ただ聖子殿下にお願いしたいのは、今後私に会いに来られるときは、前もってお知らせください。いきなり奥座敷に押しかけられるのは、気味が悪いですから。軍主様は本当に何もお望みではないのですか？聖子殿下、私に何か望んでほしいとお思いですか？例えば、小帝医との裏切り者との離縁、そして私との結婚など。この男、もしかしてあの夜の後、私に惚れたんじゃ。聖子殿下、でたらめはおやめください。手紙はお届けしました。他に用がなければ、どうぞお引き取りください。私の杯をどうするんですか？どうして私があなたを助けたのに、少しばかりの報酬もダメなんですか？新しいのをお持ちします。嫌です。これがいい。軍主、1ヶ月後は春の狩りです。いらっしゃいますか？前世、小帝医は春の狩りで、一番の成績を収め、私の後押しもあって。よし、小帝医。ならば、空席となっている慶気大英の副指揮使を任せよう。工場、ありがとうございます。行きます。よろしい。では。良い知らせをお待ちしております。今世こそ、絶対に小帝医に。また目立ちたいのか。必ず自らの手で彼の出世のはしごを断ち切る。宗司、どうして来たんだ？お前は身重だ。夜道は滑りやすい。万が一点だらどうする？将軍、夜も更けました。明かりがまだついているのを見て、様子を見に来ました。これは、誰かが将軍を招こうとしている。やはり我が宗司は賢い。霧の木はすでに立ち、法の帰りを静かに待つ。この手紙は、ご王子か月日のどちらかだ。さすがは我が小帝一の女だ。よく当てたな。あの英子とは違う。見かけ倒しの能なしだ。もちろん、将軍に付き従ってこの数年。宗司も大いに成長しました。しかし、我々の婚礼はすでに厳戒に断崖された。盛大に執り行うのは難しい。宗司に我慢を強いることになるかもしれない。鐘楼、あなたを困らせたりしません。あなたの心に私がいれば。それで十分です。兵士、実家がいくら強くてもどうだという。男の心をつかめず、結局は私のための嫁義務を縫っているだけ。そうそう、なかなかの手れんでた。こんな場面で、しょうがない一を説得して、連れてきさせたとは。彼女はいつでも、小かなえ一を見つめている。本当にそんなに彼を愛しているのか。行け。まずいでしょう。あなたの体にも負担が。やれと言われたらやるんだ。はい。よし、陣営はもう設営した。今日は皆少し休み、明朝早く。狩りの競技を行う。いとこ、待ってくれ。また来た。お前が今、商家で苦境に立っているのは知っている。もし将軍が今後、再びお前に非道なことをするなら、
遠慮なく東宮に来い。重慶が必ずお前の味方をする。ありがとう、重慶。藤。昔ずっとおばがお前を、私の大使妃に指名してくれると思っていた。先生、お会いしました。まだ先生と呼べるか、教えた課題は怠るな。はい。おかしいな、今日亭主が私を見る目つきに、何か殺気が漂っているような。聖子殿下。余計なことは言うな。文手、手を洗う水を汲んできます。早く行ってらっしゃい。何をしている？文手殿下、聖子が薬をもられました。今、陣営の毒物検査がまだ終わっておらず、止まれません。仕方なく聖子殿下をここに預けさせていただきます。え？前から聖子に言ってたんです。こんな言い訳は無理があるって。薬？何の薬だって？それに、お供においがいるでしょう。5位のところに連れて行きなさいよ。どうして私のベッドに押し込むのよ。まずは毒の件を調べに行きます。後で聖子殿下をお迎えに参ります。ちょっと待ちなさい。あふく、私はもうダメかもしれない。起きなさいよ。私は既婚の身なのに、寝室にどうして？お片手をやるよ。あふく。今、もう十分辛いのに。押さないでくれない。はい、どうしたの？中毒なら中毒でいいじゃない。どうして人をこんなに縛り付けるのよ。そうよね、見てよ。あなた頭おかしいんじゃない？なんでそんな格好してるの？福寺、私は催し状腹を盛られたんだ。助けてくれないか。私が何を助けられるって？助けるも何もデタラメを言わないで。出て行きなさい。あふく。どうしてそんなに冷たいの？忘れたの、あの時。あなた自身が上毒にやられた時、私の馬車に乗り込んできて。私は何も言わずにあなたを助けたのに。あなたは私を見捨てる気なの。春の狩りで、誰が聖子殿下に催し状腹を盛るというの？最高。もう言わないで、早く出て行きなさい。しまった、こんなに簡単に見破られたのか。ダメだ。認めるわけにはいかない。あまりにも恥ずかしい。私は本当に具合が悪いんだよ。出て行け。行かない。あふく、やっと休める。省庁一が外にいる。あふく、今日は急に寒くなったね。布団を持ってきたよ。風邪をひかないようにね。ふう、これって。まさかのベッドイン。あなたのせいよ。甲賀に飛び込んでも、この濡れ衣は晴らせないわ。じゃあ、入るよ。上将軍、おやめください。夜も更けましたし、私はもう寝る支度を。上将軍、どうぞお引き取りください。俺たちは夫婦だよ。遠慮しないで。早くベッドの下に隠れて。今の私は体が弱くて、しかも薬を盛られたばかり。絶対に行かない。私が隠してあげる。隠れない。あなた。本当に寝たの？少将軍、布団を置いたら、まずお引き取りください。せっかく来たんだから、今日こそとちぎりを結ぼう。彼女の願いを叶えて、心から私を助けさせて。俺たちは3年一緒にいるのに、まだちぎりを結んでいない。今日こそは。将軍、お泊まりください。それは君が悪いよ。俺たちは夫婦だ。どうしてそんなに他人行儀なんだ？ふざけないで。言っておくけど、私の毒を解かなければ。このまま続けるよ。私の夫は今外にいるのよ。あなた、自分が何をしているか分かってる？本聖子はもちろん、自分が何をしているか分かっているさ。怒らないで。あの漁師は、ただの側室だよ。君の正妻の地位には影響しない。今夜、俺たち子供を作ろうよ。出て行って。君が怒れば怒るほど。それだけ俺のことを気にかけていることだ。異変、あなた火遊びをしているわよ。
女の子は恥ずかしがり屋で、心では承知していても、口では言いたくないんだ。わかってるよ、今夜。君と子供を作るよ。やめなさい。やっと来たのね。もうちょっと遅かったら、このお姫様は、カゴに入れられてしまうところだったわ。よく見てごらん、私は誰だと思ってるの？私はあなたの主人よ。よくもそんなことを。私の主人はお姫様だけ。お姫様はあなたを寝室に呼んではいない。招かれざる客は、うさほうというものよ。お前。出て行かないと、寝たきりで出て行くことになるぞ。ごほごほ。中に誰がいる？出て行け。風、お前のベッドに男がいるぞ。でたらめを言うな。ただ今日は風邪をひいて、咳が出るだけだ。風、カーテンを開けてみせてくれ。火事だ。CVR。ラオイーも見に行って。はい。上風、お前。私を窒息させようというのか。危うく殺すところだった。もし私たちのことがバレたら、お前は名誉が傷つくだけだが、私は人妻だ。大成律によれば、私はカゴに入れられて水に沈められる。安心してください、お姫様。さっき手に銀芯を隠していたし、何より。ヒアオディーには絶対気づかれない。それに、私は本当に毒を盛られた。見殺しにはしないだろう。お前。まさか。あの夜。生死、でたらめを言わないで。早く戻ってください。あの夜、本当に私の子を身ごもったのか。私を受け入れないのは、妊娠しているからに違いない。安心してください、お姫様。この薬は実は自分で持ったんです。戻ったら解毒剤を飲みますから、あなたは夜。ゆっくり休んでください。うん。さっき他で何があったの？お姫様、ゆえローフト君のテントが火事になり、漁師がお腹を抱えて救出し、ゆえローフト君はその場で彼女を孫娘にしたそうです。火事は意外だったな。漁師の登場も怪しい。彼女を甘く見ていた。お姫様はすべて彼女の自作自演だと？ゆえロータ君を救えば、ゴージとゆえ妃に取り入れる。これもキアオディン・イーが望んでいたことだろう。お姫様、漁師は災いのもとです。どうしますか？このぬ日が暗くなったら彼女を。こんな時こそ、落ち着かなくちゃね。大魚を釣るにはまず小魚からだ。軍主はダケカまで狙うつもりか。疲れた下がってくれ。はい。前世キアオディン・イーが栄華を裏切ったのは、おそらくこの頃から始まったのだろう。今世こそ悲劇を繰り返さない。今回のハルカリは最も凶暴な獲物を仕留めた者が優勝だ。みんな期待を裏切るなよ。はい。私も行く。ヒュアは女のくせに、どうして邪魔しに行くんだ。陛下ヒュアは女ではありますが、正門の生まれです。むしろ男以上かもしれませんよ。軍正門の娘？英氏なんて。真相のお嬢様だ。武芸どころか。策略すら私に及ばない。大使殿下お見事です。
このバカ大使が死んだ方がいいのになぜ A 氏が。大使様大丈夫ですか？大丈夫だ。ヒュはすごい。母校も彼女を大使妃に。すべきだったな。大きな黒熊だ。誰が仕留めた？陛下。さっきこの熊に襲われそうになったが軍主が。熊を倒して助けてくれた。そうか。ルイー R 大丈夫か？はい、軍主が間にあってくれました。陛下、私の目は男に負けないと言ったでしょう。ははは。ヒュはさすがは永老将軍の娘だ。女だてらにしかしヒュは、武芸のことはなぜ聞いたことがない。陛下ただ家で、父や兄にこっそり習っただけです。でも、商家に嫁いでから小将軍が、女の武芸を嫌がり一切披露しませんでした。そうだったのか。私のために。あの発言は、漁師に及ばないとからかっただけなのにまさか本当に武芸が。またキアオディンイのためか。今回の狩猟大会は、最も凶暴な獲物を捕らえた者が優勝だ。ヒュア。何が欲しいの？ A 氏にそれほど暗示したのだから彼女はわかるはずだ。私に感触を求めてくれ。神女には一つお願いがございます。陛下、どうかお聞き入れください。やはり彼女は私を愛している。彼女は私の妻だ。自分の男のためでなければ誰のために計画するというのか。遠慮なく言え。陳にできることなら必ず約束を果たす。陛下、神女は幼い頃から広い屋敷に慣れております。今、上将軍が突然2人の側室を迎え入れました。それに子供も2人。この屋敷は少し手狭に感じられます。この美人、何を言っているのだ。しかし、上将軍の感触では、もうこれ以上。広い屋敷には住めません。ですから、神女は陛下に、ご恩典を賜り、神女二軍主婦を一件お与えください。彼女は自分自身のために恩典を求めたのか。おや、これは。陛下、どうかヒュアを憐れんでください。たった1ヶ月の間に彼女の姑が2度も、役所に訴えてたのです。そんなことがあったのか。はい、陛下。小さな将軍府では、確かに屈辱的です。どうかお許しください。陳の命を伝えよ。内務府に命じ、ヤンアン軍主のために、軍主婦を一件見つけさせよ。陛下、ありがとうございます。皆、今夜はここで休んで、明朝早く都へ戻る。上風。あなた、気は確かか。私に感触を求めずに、自分で屋敷を求めるなんて。上将軍、この黒熊は私が仕留めた。陛下の褒章も、当然私のもの。私が自分に褒章を求めるのは何が悪い？そんなに屋敷が何になる？あなたの栄華の嫁入り道具に、住みきれないほどの屋敷があるだろう。あの屋敷たちと、陛下直々に賜った軍主婦とは、やはり違う。これから私一人で子供を育てる。軍主婦があれば、私の子供も他人の屋根の下で暮らさずに済む。あなた。この美人、どうして今、私の思い通りにならないのだ？どうしてまた私のベッドにいるの？キアオディンイが目掛けを囲っていると聞いた。軍主も私を目掛けとして囲ってください。私は全く気にしません。キヘンは何を言っているの？彼は GAO ヤンの聖子、大使の師匠なのに。キヘン、もういい加減にして。キアオディンイは私に申し訳ないことをしたけれど、私は彼のために序道を守る必要はない。でも、離縁する前は、そんなことは絶対にできません。風紀を乱すようなこと。冗談だよ。さあ、食べてみて。梅干し。どうして知ってるの？最近これが好きなの。酸っぱいのは男の子、辛いのは女の子。もしかして、男の子を妊娠してるの？道数から聞いたよ。いいやつだな、道数。まだ2人の主人がいるんだ。2人の主人がどうした？まさか、私があなたを害するつもりだと思うのか？それに、お嬢様は忘れたの。変、もうあなたの人なんだよ。あの日のことは、聖子様、もう言わないで。毎日口にするなんて。風江の脈、本当に妊娠してる。口にしないで、どこに置くの？まさか心の中に。
聖子様。私は既婚者です。離縁。どうしてもダメなら、徹底的に圧力をかける。あの象徴一という男を徹底的に潰す。彼を刑場で生きていけないようにする。あなた。あなたにはこの二つの選択肢しかない。一つ選んで。聖子様、なぜ私にこだわるの？何するの？お嬢様がさっき、なぜ私にこだわるのかと聞いた。お嬢様はわからないの。何を言ってるのかわからない。お嬢様は私の人質を手に入れた。それで象徴一と幸せに暮らそうと思ってるの。何の人質？もちろん。私の子供だ。どうして？さっき脈を取ったら、やっぱり間違いない。あなたは本当に妊娠してる。私の子供だ。違う。あの夜、私は媚薬を飲まされて、あなたに解毒を頼んだ。あなたはどうしても拒否して、しかも、あの夜あなたは。それでわかった。あなたは私の子供を妊娠してるんだ。何？それから、私は聖域の飛薬、当選路を調べた。その薬は一度で妊娠するだけでなく、すべての堕胎薬も、効かない。それから、私は知った。あなたはやっぱり私の子供を妊娠してる。聖子様はさすがに聡明だ。しかしこの子は、まず第一に私の子供です。次にあなたの子供です。私と子供を奪い合うつもりですか？軍主様。おっしゃる通りです。この子はまずあなたのもの。次に私のもの。だから、まず奪うべきは嫁です。そうすれば子供は全と私のものになります。聖子様。私たち。感情などありません。軍主、言っておきます。一度ダメなら二度、感情というものは、育てられるものです。本生死には時間がたっぷりあります。毎日壁を乗り越えて。言っておきます。一日ダメなら、毎日あなたに会いに来ます。もう道数には命じてあります。あなたと小帝一が離縁するまでは。彼があなたに近づくこと、髪の毛一本触れることも許しません。もしそうしなければ、彼の首をはねます。私と小帝一の離縁について、道数もあなたに話しましたね。軍主、今のあなたの実力では、小帝一は全くあなたにふさわしくありません。そうでなければ、今日の狩り場でなぜ、彼の矢を撃ち落としたのですか？自分の功名を求めて、自分の軍主婦をも求めたのです。聖子がもうお見通しなら、私も率直に言いましょう。小帝一は私を裏切り、領主と結託して私を恥ずかしめました。彼と離縁するだけでなく、彼を踏みつけにします。では、私の助けが必要ですか？いいえ、自分の仇は自分で撃ちます。では、彼と離縁した後、可能性はありますか？私を考えてみる。夜も更けました。眠いです。聖子様はお帰りください。福祉、必ず戻ってきます。あなたはきっと私を受け入れてくれます。私は。生まれ変わって。この世の男をまだ信じられますか？文主、最近ずっと私に、その男を話させています。彼女がよく学家の別荘に行くのを発見しました。前回のハルガリの火事で彼女がダケロウタ君を火事場から背負って戻ったのは彼女の計画かゴ王子とダケヒの計画です。行きましょう。見に行きましょう。入ってください。どうしてこんなに遅いの？会いたくてたまらなかったよ。
リングシーグシーグがチーズアンと密会していたなんて。可愛い子ね、新しい技があるなんて思わなかったわ。もう一度お願いします。お許しを。目影は身ごもっているので、もう耐えられません。この邪魔な種、いつ流すの？もうすぐです。災いを他に転化する方法も。ショー、もう考えてあります。こんなにお腹が大きいのに落ち着かないのね。今、万事整って、あとはあなたの助けを待つだけ。殿下ご安心を、これは殿下に吉報をお伝えに来たのです。これは陳北軍の平和配置図です。よし、キアオディン E は何が欲しい？彼が欲しいのは、五条平和式士の地位です。何？キアオディン E。欲張りすぎじゃないか。殿下は彼に与えたくないのですか？私も彼は欲張りだと思います。じゃあ戻って彼に話してみます。やめておこう。今はまさに重要な時期だ。彼が何を欲しがっても、私はすべて叶えてやる。キアオディン E が私の父と兄を撃ったなんて。お姫様、キアオディン E がなんと、一個の私欲のために陳北軍の軍事要塞を、ご王子に売ろうとしている。どうやら、前世の父の敗戦は、兵糧の供給が断たれただけではなく、軍馬もご王子に、細工されていたようだ。ラオイー。この手紙を、陳北軍前線の父の手に届けてくれ。はい。父上、今度こそ、私の警告で、危機を乗り越えられますように。お姫様。キアオディン E と、リングシーグシーグの方はどうします？どうするおつもりですか？キアオディン E は今のところ、ただ、父上の平和配置図を知っているだけ。今、私は父に手紙を送り、移動するよう伝えた。彼はもう栄華を脅かせない。あのリングシーグシーグについては、おそらく流産を利用して、一石二鳥を狙っている。つまり、彼女は流産を利用して。あなたに罪を着せる可能性が高いと。では、どうすればいいですか？ファメイを呼んできて。彼女の恩返しの時が来た。はい。どうして目が赤いの？どうしたの？姫君、どうか私の味方をしてください。あなたはもう屋敷の気象です。無比などと名乗る必要はありません。姫君、あなたはこんなに私に優しくしてくださるのに、早く知っていれば、私は、キアオディン E に身を捧げるべきではなかった。結局、一人で空っぽの部屋に閉じ込められる羽目になった。読書空房。これは、リングシーグシーグはすでに妊娠している。道理で新婚なのに、寵愛を受けるべきなのに。姫君。あのリングシーグシーグったら、妊娠中なのに将軍を誘惑して毎晩自分の陣幕に引き込んでいる。すごいわね。ご王子の世話を終えた後で、戻ってきてはまたキアオディン E を満足させている。姫君、ファメイの言葉はすべて真実です。それだけでなく、あの小娘は毎日私をいじめています。将軍の屋敷の中では、最も卑しい下女にも劣る扱いです。では、私が今日あなたを呼んだ理由がわかりますね。姫君、どうかお助けください。私はあなたの手の中の、最も鋭い歯になりたい。彼女の体には、ジアンユーが仕込んだ孤独がまだある。彼女が裏切る心配はない。よし。私たちの共通の敵だ。リングシーグシーグなら。それなら。力を合わせて彼女を消しましょう。ありがとうございます、姫君。何でもします。あの小娘を早く死なせたいだけです。姫君、何をなさっているのですか？泥棒よけよ。どうしてドアに鍵がかかっているの？聖子様。姫君が鍵をかけたのでしょう。夜は寒いですから。一旦戻りましょうか。鍵をかけた。なぜ鍵をかけた？私の前では演じるのはやめてくれませんか？姫君がなぜ鍵をかけたか、ご自分でお分かりでしょ泥棒が来るとは言っていましたが、姫君は先見の明がありますね。シュア、
早くドアを開けて。息子に会いたい。恋しいんだ。ひへん、声を小さくして。真夜中に。私がカゴに入れられてしまえっていうの？奥様、息子に会いたいんです。早くドアを開けてください。この小さな願いさえ、叶えてくれないんですか？息子はまだお腹の中にいるのに、何を見てるのよ。奥様、会いたいよ。なら、会わせて。お願い、一度でいいから会わせて、奥様。中に入れてよ、奥様。出て行け。行け。何がうるさい。しかも男を裏庭に連れ込むとは。お姑様、この下男の身から、女物の腹巻きが見つかりました。よく見ると、A の字が刺繍されています。なんですって。まさか A 氏の腹巻きですか？お姑様、元踊り師私も信じられませんでした。姉様が下男の腹部と密会しているなんて。そこで、カバイマイを呼んで確認させました。何しろカバイマイは、A 氏の即女だったので、こうした小物はきっと見たことがあるはずです。お姑様、軍主様の下着は以前私が買い付けていました。この A の字は私が手刺繍したものです。間違いありません。とんでもない。A 氏のこの小娘が、卑しい下男とイチャついているとは。息子にどう顔向けするつもりだ。A 氏の小娘をここに連れてこい。お姑様、私を呼んだご用件は？下男と密会しておいて、まだ何が用だという。お姑様、この腹巻きが私のものだと思ってるんですか？カバイが証言したのに、まだ言い訳する気か。小娘、前回は半殺しにされたが、今度はお前をカゴに入れて沈めてやる。軍主様、なぜ将軍様に背くようなことを。まだ事情がはっきりしていないのに、私に罪を着せようとするんですか？姉様、きっとわざとじゃないはずです。あの下男が誘惑したんです。将軍様に。きちんと詫びれば、私が口を添えます。私。お腹が。宗次、どうしたの？お姑様。お姑様、お腹がすごく痛い。私の子はもういないの。この毒踏め、密会しただけでなく、孫まで殺した。役人に訴える。お姑様、これで3度目、私を役所に訴えるんですね。今度は確信してるんですか？既婚の女が不義を働けば、本来死罪です。それに孫まで殺した。役人に訴える。よし。では、姑様には後悔しないでいただきたいものです。ハリ氏、自業自得です。今度こそ、二度と戻れないようにしてやる。ハリ氏、またあなたか。青天の大老じじい、今度こそ私の味方になってください。鐘楼夫人がまた嫁を訴えました。今月で3度目ですよ。軍主も大変です。あんな悪い姑がいて、哀れです。聖子様。どうして来たのですか？皆さん、慌てないでください。本聖子はただ。ちょうど通りかかっただけです。女王、どうぞ裁判を続けてください。はい。聖子様、どうぞ上座へ。聖子様、かっこいい。息遣いまでセクシー。通りかかった？もしかして、道数が話したのか。青天の大老や、この A 氏は、他の男と密通しています。これが証拠です。自分で言ってください。大人、3日前の夜、私は庭で落ち葉を吐いていました。軍主が月山の後ろで私を呼び、この3年間、将軍と一度も寝床を共にしていない、とても寂しいので、月山の後ろで、その後、軍主は私に、彼女の肌着をくれました。青天の大老や軍主が私を誘惑したのです。
私には関係ありません。軍主様、あなたは屋敷の下男と密通したのですか？これは事実ですか？宗司、どうしてここにいるの？あなたのお腹は？くそ。将軍、事情はこうです。姉様もきっと。一瞬の過ちです。早く役所に救いに行ってください。彼女が私の知らないところで他の男と密通したとは。それに私たちの子供まで害した。彼女は死に値する。将軍、お怒りはおやめください。英氏、今度こそお前は必ず死ぬ。英氏。お前が私の知らないところで他の男と密通したとは。小将軍、この件は女王がまだ結論を出していません。なぜそんなに急ぐのですか？ここ数日、何度も寝床を共にしようとしたが、あなたはいつも拒んだ。なるほど、あなたはとっくに処女ではなかったのか。静粛に。軍主様は確かに、とっくに処女ではありません。残念ながら。小将軍、あなたは人を間違えました。小将軍は軍主の夫として、道理にも人情にも、真実を明らかにし、軍主の名誉を守るべきです。それなのに小将軍はすぐに、貫通の罪を着せました。姫君の頭に。どういうことだ？そうだよ、名門は対面を重んじる。たとえ本当のことでも。どうして心配湧いてるんだ。これは怪しい。姫君は無実だと信じている。ことを大きくして、英氏を身を滅ぼし、目かけに落とし、思い通りに扱うしかない。本将軍はもちろん、彼女がそんなことをするとは信じたくない。しかし今は、証人も証拠も揃っている。本将軍にどう信じろというのか。姫君、3日前の夜。どこにいた？お答えします。3日前は自室にいました。庭の侍女たちが証言できます。A さんよ、庭の侍女たちは。当然、あなたをかばうだろうね。姑とこの漁師は、もともと仲が良かった。つまり、こう解釈していいのか？あなたは彼女と一緒に、私を陥れようとしているのか？でたらめだ。今は下男の証言があり、さらにこの腹巻きの A の字が証拠だ。まだ何を言い訳するつもりだ？下男は口裏を合わせられるし、A の字も偽造できる。お上、以前私は姫君の次女でした。彼女の肌着には全て私が A の字を刺繍しました。偽りはありません。さっきあなた自身が言った、この腹巻きの刺繍は、あなたが手掛けたものだと。もしかすると、この下男が持っている腹巻きは、あなたのものかもしれない。確かに。この刺繍は、カバイ一人だけが偽造できる。この下男の供述は、一方の言い分に過ぎない。ハリ氏、もっと確かな証拠はあるか？私。姑。もし証拠がないなら、私の方に証拠があります。お上、ご覧ください。この腹巻きは、私がこの下男の部屋で見つけたものです。これには、梁の字が刺繍されています。では、この下男と梁氏が密通していると言ってもいいのか？ A 氏、でたらめを言うな。これは明らかな布告だ。お上、お待ちください。他にも証拠があります。この2つの薬も、私が梁氏の部屋から探し出したものです。一つは毒薬、もう一つは堕胎薬です。この小生意気な奴が私の部屋を捜索したのか？堕胎薬。どういう意味だ？小将軍。前に領収書は言わなかったか？流産は私が押したからですか？今、女王に証拠を提出します。イングジングジーは明らかに、自分で流産し、私に罪を着せようとしています。A さん、嘘つき。堕胎薬は飲んでいない。あなたが布告している。布告かどうか、医師を呼んで。彼女の体を見れば、流産の原因が、堕胎薬によるものか、私が押したからかわかります。宮廷医を呼べます。じゃい。はい、この医者は近いのに、宮廷医は遠い。ご機嫌取りで、聖子様、私を疲れさせますね。聖子殿下、軍主、ご挨拶申し上げます。宮廷医、領主の診断をお願いします。
聖子殿下、軍主、領主の流産は確かに、堕胎薬の服用によるものです。そんなはずない。毒不明、軍主を陥れるために、自分の子供にまで毒酒を下すとは。虎も子は食わぬというのに、領主、なぜおろした？私の金損を。誰かが口封じを。宮廷、早く早く、助けて。女王、宮廷、ご助力ありがとうございます。宮廷、この毒薬と、この下男が当たった毒が、同じか確認を。軍主、確かに同じ薬です。死のおばさん、言われた通りにしたのに、なぜ私を殺そうとする？これは一体どういうこと？これに永の字が刺繍された腹巻きは、死のおばさんが、直接渡したものです。軍主との密通も、死のおばさんがやれと言った。領主、まだ何か言うことは、CVR だったのか。だが彼女がそうしても、きっと私のためだ。ヒュア、私たちは家族だ。何か話があるなら家でゆっくり話そう。CVR にもう一度チャンスを。家に帰ったら必ず罰する。将軍はなんて二枚舌なんだ。さっき小老夫人が、軍主を訴えた時は、軍主が死ぬのを望んでいたくせに。今、目かけが過ちを犯すと、家のことだという。あの男は何もできず、善人ではない。将軍が私をそう扱うなら、裏切るべきではなかった。ご王子のために。自分の子供を下ろした。将様、助けて。領主、認めたな。すべては姑が私にやらせた。領主。嘘ばかり。でたらめを言うな。ファメーが証言できる。女王、すべては、老夫人が私たちに指示したことです。よかった、用心してファメーと口裏を合わせておいて。殿様、もともと軍主様は私の主君で、私に大変なご恩をお与えくださった方です。私は彼女を愛すべきではありませんでした。しかし、老夫人が私の家族を利用して、脅迫したので、従わざるを得ませんでした。はい、殿様。ハリ氏は英氏を陥れるために、私を指して、私の腹の子を利用させたのです。ハリ氏、あなたが私と商用の子供を死なせたのよ。この小生意気な娘め、姑をむやみに無国するとは。口を裂いてやる。母上、あなたには本当にがっかりしました。息子よ、あなたまで私を信じてくれないの？私はあなたの母だよ。どうして自分の孫を返すことができようか。母はあまりにも愚かで、この間ずっと私に多くの迷惑をかけてきた。彼女と CVR の間で、どちらか一方しか守れない。CVR はとても賢い子だ。あなたの差しがなければ、彼女はここまで愚かな方向をしなかっただろう。いや、あなたが。キアオディンイーは縮小にも劣る。自分の母親さえも捨てるとは。ハリ氏、あなたに身の潔白を証明する証拠はあるか？私は？もしなければ、軍主を陥れ、胎児を害した。罪は死罪に値する。息子よ、本当にやっていない。信じて、息子よ。私を信じて。母上、今 CVR はまだ生きてご王子殿。橋渡しをし、息子のために将来を図る必要がある。申し訳ない。母上。天は見ている。息子ももう助けられない。者ども。彼女を連れて行け。はい。息子、助けて。息子、助けて。息子。真っ昼間なのに、聖子様、ここで会う約束なんて。人に見られないか心配じゃないの？人に見られた方がいいわ。そうすれば、正式な身分を求められるから。外では冷酷非道の聖子様が、軍主様の前では、見るに耐えないほどべったりね。奇変。忘れないで、私は今でもまだ、キアオディンイーの妻よ。どうしてもわからないの。キアオディンイーのような。目かけを寵愛して妻を滅ぼす者、自分の母親さえも見逃さない。あなたはなぜまだ彼と縁を切らないの？聖子様。私は彼と縁を切るつもりはありません。私は離縁するつもりだ。
彼には死に場所もないようにしてやる。前世では、彼が我が栄華を皆殺しにした。今世こそ、決裁を地で変えさせてやる。何してるの？安心して、福にを信じてるよ。離縁したら、ちゃんと名分をちょうだいね。口がうまいわね。文主、今日の私の演技、どうでしたか？息がぴったりだったわ。文主のおかげです。漁師がハリ氏に罪を着せるとは予想してたけど。でも、どうしたの？ハリ氏があなたをいじめてたんだから、いなくなって嬉しくないの？文主、ただ怖くなってしまって。小帝一は権力のためなら、母親さえ捨てられる私にはもう、彼のそばにいられない、いつか。彼の犠牲になるのが怖い。つまり、彼と別れたいってこと？どうか軍重にお任せください。文主。これは。前世でカバイが私を陥れたのも、ハリ氏の教唆だった。今世、彼女を利用して長子を始末した因果応報だ。命を取る必要はない、上皇廟から戻ってから。あなたの様子がおかしいと気づいていた。だからエウに、あなたに孤独を仕込ませたの。裏切ろうものならいつでも毒が発作する。文主、無比が間違っていました。よし、これを持って今夜中に荷物をまとめて出て行きなさい。妾を追い出すくらいのこと。小帝一の許可はいらない。私が彼に話しておく。ありがとうございます、文主。母上、すみません、母上。天は見ている、息子にも助けられない。者ども、引きずり出せ。息子よ、助けてくれ、息子よ。すべて息子が不幸のせい。息子の将来のためには、母上に我慢してもらうしかない。来世でまた母上の息子になります。小老、ごめんなさい。愚かな高校をすべきじゃなかった。この件は。まずあなたと相談すべきだった。勝手に堕退すべきじゃなかった。私たちの子供を、小老、でも心配しないで。今はもう神事がいる、これから。もっとたくさん子供を産んであげる。毒不明。この件は母上の仕組んだことなのか、それとも英子を陥れようとしたあなたの仕業なのか。失敗したのは誰のせいか、あなた自身がよくわかっているでしょう。しまった。キアオディーンに私がやったと気づかれてしまった。小伝、私がここまでやったのは、すべてあなたのためよ。私のために？英子が私を侮辱し続けたから、彼女を殺すためなら、子供を影に出すことさえ厭わなかった。でもまさか、彼女とファメイの罠に、はまってしまうとは。姑には申し訳ないことをした。それなのに領主は、私のためにゴージとの縁談を取り計らってくれるという。もういい。あなたを責めているわけじゃない。だって、うちの母は確かに愚かで、彼女がいる限り、大事を台無しにするのは避けられない。CVR。約束して、これから何があっても、必ず私と相談してね。小伝、今夜はお疲れでしょう。それなら、妾がお休みの支度をさせていただきます。今はただ、キアオディーにこの小虫を飲ませさえすれば、恋の子が完成する。漁師が流産した時、彼女の血を薬の種として取っておいた。小虫に飲ませるために。あとはキアオディーがこの小虫を飲むだけ。そうすれば恋の子が発動する。リングシーグシーグが、裏切りの心を起こすたびに、キアオディーは一生苦しみ続ける。万や先身の痛みを。キアオディー。今世こそ、あなたに裏切られる味を思い知らせてやる。小将軍、うちの軍主がお目にかかりたいと。知ったら、来る時を選ばないわね。ちょうどこんな時に。CVR、まずは帰ってくれ。今は英子が勢いに乗っているから、彼女を怒らせるわけにはいかない。わかりました。では、妾は先に失礼します。奥様、こんな夜遅くに。まだお休みにならないのですか？
夜も眠れず、将軍と少しお酒を酌み交わしたいと思いまして。奥様、おかけください。まさか、焼き餅を焼いて、私の機嫌を取ろうというのですか？今日の件については、母に代わってお詫び申し上げます。将軍はリングジーグジーグに対して、本当に深いお情けをお持ちなんですね。彼女をかばうために、自分の母親さえ見捨てるとは。奥様、それはどういうおつもりですか？明らかに母の自業自得だ。CVR には関係ない。もういい、この話はやめよう。ご主人様。春宵一国知千金。無駄にしないで。待って。奥様、これは。ご主人様、私がお酒を口移しで。奥様、こんな遊び心も終わりなんて。上風、文武両道とは。もっと早くこうしてくれてたら、しのしばかり寵愛することもなかったのに。奥様。なんだか、この酒に何か入ってる気がする。喉が変だ。どうした？漁師が口移しする酒だけが美味しくて、私のはダメなの？いや、そういう意味じゃ。奥様、春宵は短い。今夜は、あなたと子供を作りましょう。奥様、これは。遊び心。キアオラング。ちょっと新鮮な遊び、してみたくない？奥様、まだ新しい手があるの？お姫様。奥様。どうしたんだ？奥様、行かないで。長い夜をゆっくり楽しんで。上風、よくも騙したな。話して。お姫様、これは陳北軍の陣形図です。それとご王子との手紙も。さっき、目隠しで騙してる間に盗んできました。よかった、お姫様、この証拠があれば。ヒアオディーとご王子、それに書くかも。必ず滅びます。急ぎましょう。今夜中に宮中へ。今、ヒアオディーは縛られているから。まだこれがなくなったことに気づいていない。でも気づけば、ご王子と連絡を取り、返事が起こる恐れがあります。お姫様のおっしゃる通り。では今すぐ宮中へ。慌てないで。もう少し待つ。待つ？何を？ただの乗り物。主や、どうしてここに？しかも自ら出迎えに。もしかして、私を受け入れてくれた。毎夜壁を乗り越えた甲斐があった。ついに成功した。馬車は外にいる？今更馬車の場所を聞くとは。あの馬車でのことを思い出させたいのか。やめてくれ、大事な話がある。キアオディンイーとご王子が、謀反を企てているのか。キアオディーは今ベッドに縛り付けられている。9号今夜中に宮中へ。必要ない証拠はもう私の手にある。私が、キアオディンイを、直接宮中に連れて行けないとでも。しかし陛下の許可なくしては筋が通りません。陛下が、私を責めると思うか。あの男は陛下の前で非常に地位が高い。聖子殿下がやった上記を逸したことは、数えきれない。前回の戸部証書も仙山構想だった。あなたは陛下の隠し子なのではと疑うほどだ。主屋は賢いな、それに気づいたか。だが今はまだ話せない。ジアン・イ・ダオイと共に。キアオディン・トリングシーグシーを、宮中へ連れて行け。承知いたしました。あなたは私と馬車に乗れ。陛下。貴変難の権利で堂々と、将軍邸から任を捕らえた。まずいキアオディンイートのことが、バレたか。衛兵ご王子を。どこへ行くつもりだ。貴変なんだ私が用を足しに。行くのもダメか。
ご王子少し急ぎすぎではないか。掃除をすることを話してからでも遅くはない。あれは私が部屋に隠した人形図と手紙ではないか。なぜ貴変の手にある。上風花子の焦がしい奴が、こんな企てをしていたとは。不肖の米。よくもキアオディーニと結託して、このような謀反を働いたな父上冤罪です。きっとキアオディーニが私を陥れたのです。白紙に黒字。私がお前の筆跡を見分けられないとでも。陛下製の中には模写の巧みなものは少なくありません。たったこの数通の手紙だけで、我が子に罪を着せようというのですか？老臣の供述と証拠を加えたらどうでしょうか。父上。臣、陛下に拝謁いたします。愛嬌よ。そなたは辺境にいるはずではなかったか。陛下、先日、娘の上風が手紙を送り、キアオディーニとご王子が、敵国に内通し謀反を企てたことを知らせてきました。さらに軍馬を移動させるよう伝えてきました。それだけではなく、これが罪証です。陛下、ご覧ください。秦が軍馬を移動させた後、これらを発見しました。元の軍馬の陣地に向かって、走ってきた馬です。獣医の検査によると、これらの馬はすべて、疫病に感染した軍馬でした。何、病馬だと？それならば、もしこれらの病馬が馬軍に混ざれば、辺境の前線では、数万の軍馬がすべて感染してしまう。その時には軍は必ず敗北します。不肖の米。証拠は確実だ。まだ何か言い訳があるのか。キアオディーニです。キアオディーニが栄華の平和配置図を持って私のところに来たのです。子供ながらに、子供も一時悪人に惑わされました。父上、どうかお許しください。いいえ、陛下。ご王子が私に手紙を送り、さらに、この件を強要したのです。私の側室、両氏が証言できます。CVR、何か言ってください。両氏、ありのままを申し上げよ。しまった。誰を助けるべきか。ご王子は権勢が大きい。彼を助ければ今後私は、ご王子妃になれるかもしれない。しかし、少女は私のために、自分の母親まで害したというのに。引用されます。CVR、早く言いなさい。ご王子です。ご王子が5頭の木が描かれた手紙を送ってきました。彼が栄華の平和配置図を求めたのです。すべて彼の仕業です。疫病と内通もすべて彼が行いました。リングシーグシーグ。明らかにキアオディーニが、火事の現場で人を救うようあなたを仕向け、それから、平和配置図を持参して投稿するよう仕組んだのです。疫病と内通の件も、彼が私を惑わしたのです。リングシーグシーグ。さて、あなたが誰を助けるか見せてもらおう。ご王子の背後には、輸液がついています。キアオディーニはどうか。もともと頼りにしていた英氏は、今では彼の死を望んでいるほどです。陛下、ご王子様の仰せは真実でございます。私と彼は、キアオディーニに惑わされました。大罪を犯してしまいました。陛下、どうかお慈悲を。命だけはお助けください。CVR。なんて言った？ごめんなさい、将様。私は行きたいの。この小娘、なぜ私を噛んでる？私は軍を大切にしてきたのに。母まで捨てたのに、なぜ私を噛んでる？少将軍、ではあの日の武国の首謀者は、リングシーグシーグだということを認めるのですね。は全部彼女のせいだ。この小娘が、私を誘惑し、私たちの仲を裂いた。もう間違いに気づいた。これからは仲良く暮らそう。いいだろう。以前は自分の妻を侮辱し、義父の軍勢を動かした。敵に寝返ろうとし、自分だけ。ヤンガン軍師と幸せに暮らそうとした。お前にそんな資格があるのか？なぜ資格がない？私たちは夫婦だ。私は君の夫だ。君は私を助けてくれるだろう。キアオディーイ。私は商家に嫁いで3年、あなたは国境で3年。私は姑に仕え、家事を切り盛りした。あなたは民事事故をして、何度も私を恥ずかしめようとした。私の父や兄を陥れ、栄華を裏切り敵国に通じようとした。あなたの罪は数えきれない。今日こそ、私は夫を離縁する。夫を離縁する。
学教場にはまだ、こんな洗礼はない。そうだ。夫を離縁する。キアオディンイ、見なさい。これは離縁状、和解状ではない。今日から私は栄華の娘、昇華の嫁ではない。何をするつもりだ？私は離縁された。もしあの時、国境で、リングシーグシーグに誘惑されず、ウェフーと仲良く暮らしていたら、こんなことにならなかっただろうか。小娘、全部お前のせいだ。お前さえいなければ、ヒュアは私を離縁しなかったのに。翔様、本当に私を絞め殺すおつもり？ヒアオディー。笑わせる。かつてあなたは英氏を頼りにしながら自尊心を守るため、必死に英氏に汚名を着せようとした。今また自分の尊厳を守ろうとしている。要するに、あなたは卑屈で卑劣な男だ。小娘、殺してやる。これは一体。どうやらジョーコが発作を起こしたようだ。誰か来い。チーズアンキアオディーンイオ。リングシーグシーグユエヒオ。三方士会心に伏す。GAO ヤンセイ氏が観察せよ。神、謹んで命を受けたまわる。誰か来い。美人よ、すべてお前のせいだ。お前さえいなければ、私がこんな目に遭うはずがない。ヒアオディー、やめておけ。私が無理やり結婚させた？それとも私が、王族に無料せした？お前。私が一番後悔しているのは、お前についてしまったこと。シュン ER を生んだこと。これから私たちが死んだら、シュン ER がどうなるか。死ぬ？私は死なない。絶対に。キアオディンイ、オーリテラ教がすでに調査を終え、証拠は確実だ。お前は必ず死ぬ。ヒュア、助けて。私、間違っていた。陛下に許しを請ってくれ。これから一緒に幸せに暮らそう。幸せに暮らそう。前世もそう思っていた。だがお前は婚礼の夜に私を恥ずかしめ、私の純潔を汚す者を探した。お前は一度も私を許そうと思わなかった。ウェフー、お前の栄華がなければ、私は人から女の力で出世したと陰口を叩かれることもなかった。お前が死んで初めて、このキアオディーは、真の男になれる。今さら一緒に幸せに暮らそうだなんて、少子千万だ。キアオディンイ。私がこの世でした一番の後悔は、お前と結婚したこと。お前の行為など、いらない。安心しろキアオディンイ。これからは、私が必ずヒュアを大切にする。どういう意味だ？ヒアオディー。まだわからないのか。ウェフはもう、他人の子を身ごもっている。超かわいい。いつきへんと密通し始めたんだ。口を慎め。お前がハリ氏と共謀して私を汚そうとしたのでなければ、あんな恥知らずな薬、当選路をもらえなければ、生死に助けを求めることもなかった。当選路、まさかこういうものだったとは。道理であんた毒を盛られて無事に帰ってこられたわけだ。キアオディー、なるほど、これまでのこと。全部、自業自得だったんだな。超かわいい、出て行け。キアオディンイ。明日の正午、お前は斬首刑だ。その体力、最後の食事をしっかりとるためにとっておけ。何？明日の正午？死にたくない。死にたくない。食べない。ご主人様、彼女が下噛み自殺しました。なかなか気骨があるな。黄泉の旅路、寂しくはさせない。キアオディンイがあんたの相手をしてやる。ウェフー、どういう意味だ？どうしたんだ？心臓がまるでアリに食われているみたいだ。これは何だ？恋の子だよ。リングシーグシーグへの思いが深いと溺れてたろ？
だからお前らに恋の子を仕掛けたんだ。お前らの絆を試してやろうってな。なるほど、あの日お前は盗んだだけでなく、俺とゴ王子の手紙も、それに俺の酒にも、この虫を仕込んだんだな。恋の子は一度仕掛ければ、片方が心変わりするか死ねば。もう片方も、100匹のアリに心臓を食われるような苦しみに遭う。ヒュア、明日斬首されるまで、ゆっくり味わえ。助けてヒュア。何やってるんだ、落ち着きのない奴だな。すみませんでした、学父上。学風へなんて呼ぶな。俺は、娘がまだ認めてないんだ。お前は俺の未来の婿じゃない。どっか行け。学風へ、それは無茶苦茶ですよ。今やヒュアも子供も俺のものだ。どうして栄華の婿とは言えないんです。婿と言えないのか。何って。在。何をする？学風へ、今やヒュアとあなたが。認めようが認めまいが、この子は俺の子だ。俺は今。家に住み込んで、ヒュアをしっかり世話する。そして俺の子供をな。お前。生まれた。双子だ。男の子と女の子。双子が2人。奥様、お疲れ様でした。勝手に呼ばないで、誰があなたの奥様だっていうの。事案いい。あなた、まだここでぼーっとして何してるの？早く私の奥さんのために、需要競争の品を買ってきて。ちゃんと煮込むの。はい。ダオイ、早く門の前で祝砲を打ってお祝いしよう。早く行って、早く。奥様、今や私たちには子供もできた。一体、いつ結婚式を挙げるの？誰があなたと結婚式を挙げるっていうの？私たちには子供が2人もいるんだ。あなた、この2人の子供をみんなに恥をかかせるわけにはいかないでしょ。私に名分がなくても構わない。一生の間違いでもいい。でも、どうしても心が痛むの。この2人の子供に、こんなにたくさんの恥をかかせるのは、あなたがうなずいてくれさえすれば、私は絶対に、盛大な婚礼を挙げて、あなたを迎え入れる。ヒュア。あなたが承諾してくれさえすれば、私はきっとあなたと子供を大切にするから。私の願いを聞き入れてください。本当に。それならこれから、私は堂々と塀を乗り越えられる。私は堂々と正面玄関から出入りできるんだ。